2月23日金曜日。今日は祝日。夜8時になりました。こんばんは。あかねクラブ FM 大阪のスタジオから、本日から全国ツアーやります。ソフトバンクの CM にも出演中です。ダンスチームアバンギャルディをプロデュースしている振付師のあかねです。はい、もうね、現在アバンギャルディ。もう年末からかなり忙しくさせてもらってます。もうここ最近ではね、ソフトバンクの CM だったりとか、アリーさんのね、日焼け止めの CM とか、JRA 版とか、春山さんの CM、ありすぎてちょっと追いつけてないかも。で、現在私たちは、ね、イタリア・ミラノにいるんだ。多分、いるはず。はい。世界中を飛び回らせていただいてます。おかげさまでね、ありがたいですよ。今月なんかは、海外もね、香港、イタリアでしょ行かしてもらって。で、ライブも、ワンマンライブもね、あったりして、大忙しなんですよ。でもね、結構元気でしょ私。なんか言われるんですよ。あかねさんってなんでそんな元気な？これね、気づいたというか、やってることがある。私。それは、去年から飲み始めたものがあるんです。何飲み始めたと思う？これはね、先輩に教えてもらって、ちょっと続けてて、これのおかげで私元気かもと思うのがあるんですよ。何かというと、ヘパリーゼ。って思うでしょ？なんかどうやらね、ストレスとかね、なんか疲労とかね、なんて言うんだろうな。なんか体調がこう、優れない時って肝臓が悪いけど、肝臓から来てるらしい。で、なんかさ、ヘパリーゼって、なんかお酒飲むときに飲むイメージがあるじゃん。例えば、お酒飲む居酒屋じゃない、なんか宴会行く前にちょっとグビッとか。じゃなくて、それはもちろん、なんか肝臓なんか守るのかわかんないですよ。けど、もともとヘパリーゼっていうのは、肝臓を元気にするというか、疲労をためないように調べたんですけど、疲れの要因は肝臓から来る、実は。肝臓といえばアルコールの分解をするところと思われがちですが、エネルギーの、なんていうのこれ。エネルギー、まあなんかとりあえず生み出す系ね。と、貯蔵するという機能をね、様々な機能を担ってるんだよ、肝臓っていうのは。だから、その肝臓の機能が低下したら、スタミナ切れの状態になって疲労につながって、例えば疲れたりとかだるさを感じるんだって。だから、肝臓を元気にすることが重要。これを私は先輩に教わって、で、ヘパリーゼのね、錠剤を朝晩と出るんです。ちょこっと。それだけで全然違うから。で、なんかアメリカに、私はほら、去年 AGT でみんなと行った時に、みんなにも差し入れいろいろ渡したんですけど、黒い粒をジップロックに入れて配布してたんですけど、これ何みたいな感じで結構みんななってて、あれはヘパリーゼです。海外の食事も結構全然違う、まあ、外食になるじゃん、言うたら。だから、油物とかが多かったり、カロリーがすごい高いものだったりとか、こう、とかさ、肝臓に負担がかかるものが多かったりするんだけど、でも、それをですね、このヘパリーゼさんのおかげで、もうしやすく。ほんまにちょっと大事かもと思って。これや、去年からずっと続けてるものというか、これを欠かさず飲む。もちろんね、体人によってこれ合わないなとかもあると思うんですけど、もしちょっと、なんか最近疲れてんなとか、なんか外食続いてんなとか、ちょっと試してみてほしいですね。お酒飲むとか飲まない関係なく。で、私はもう飲むし、毎日。そりゃ毎日、少しはたしなむよ。毎日ね。だから、ヘパリーゼさんに助けられてるというお話でした。だから海外多いとね、やっぱりそういうのもありさとかもあって、ただでさえ疲れが出るので、これはね、持ってこいだよということでした。うん。
でも飛行機とかもね、飛行機移動とかも、そりゃ多いからさ、体がバキバキに固まったりとか、もうそろそろやばいの私ずっと最近座り仕事とか多いから、何か編集したりとか、映像編集したりとか、ずっと座ってるからね。ずっとさ、マシンピラティスっていうやつをやってるって言ってたじゃん。もうあれもね、半年行ってない。やばいでしょ。あれだけおすすめするよって言っときながら、行く時間ないんです。だからちょっとね、もうそろそろ春言ってる間に春来ますから、ちょっと私も体型、ほっそり目指して、締まった体を目指してね、頑張っていこうと思ってます。はい、ということで、今週はですね、アバンギャルディのおかっぱトークあります。誰が来るのかお楽しみ。そして、また番組のどこかで、オクトパスの皆様からのメッセージをお届けしちゃいます。では、FM 大阪あかねクラブ、今日の一曲目。まあ、私もね、いろいろ曲聴いてますけど、曲を聴いたらもう無条件に元気になる。そんな曲でございます。流行ってる曲。ちょっと去年流行った曲でもあるのかな。はい。じゃあ聴いてみましょう。ゆこぴで、強風オールバック。あかねクラブ。FM 大阪あかねクラブ、実付師のあかねです。ここからは、アバンギャルディの、おかっぱと、アメリカの公開オーディションリアリティ番組、アメリカズゴットタレント、AGT の決勝に出場した、私、振付師あかねがプロデュースしているダンスチーム、アバンギャルディから、今週は、この人が来ました。アバンギャルディです。よろしくお願いします。はい。ついに、一人で来ちゃいました。ありえないじゃん。やばい。緊張してます。今日は暇やった。でも誰も来ないって、おやさん以外。今日は、メンバー全員実はオフで。そうよ。久々のね、それも。そうなんですよ。その収録日。まあ、みんなは友達とご飯とか。多分、美容室とか行く。私も行ったよ、さっき。美容室。いや、私も美容室行きたかったんですけど、ラジオ、優先しちゃいました。あ、時間。私なんかちなみに今日はほんまに超久々のオフっていうか、まあラジオはあるにしても、まあ午前中昼間は暇だったから、ネイル行って、で髪の毛切りに行った。してたんですよ。寝てたんです私は、今日朝から映画を見に行って、すごい。そうです。すごい、一人でいや、友達と。で、その後、メンバーと、最後行って、仲いい。いや、でもまあ、さ、靴をそうなんで見にして、はい。で、ラジオね何の映画見に行った映画は、アニメ、ハイキューの、を見に来ました。私ハイキューがめっちゃ好きで、ハイキューが大好きすぎて、公開初日の朝一の映画。もう超一番初めやん。はい。で、その一緒にいたお友達は、その人も好きなの。あ、そうです。でもそれも、今日の夜中っていうか、昨日の夜中、今日に日付が変わってから決まって、もし一人なら一緒に行こうので、ガンダン朝一やろ弾丸。Fantastic, baby. 朝一映画行って。すごい。まあ、みんな今ちょっと、こういろいろ、公開というか情報解禁になっていってるから、はい、ハバンギャルディはマジで今もう、忙しすぎて、ありがたいことに。やばいですよね。だからもうリアルに、今年入って、まあ、それこそ紅白終わって、一部のメンバーはもう、そのままね、東京に行って、三越さんとこ出て、で、その後デイデイ出て、生放送。で、その後からもうワンマンライブのリハーサル毎日始まって、
で、その合間に今ちょこちょこ公開され始めている CM の撮影をね、東京のライブの前日とかに撮影行ったりとか、ライブ終わりに撮影行ったりとかして、で、その次の日また海外行ってとか。そう、すごいです。すごいよね。ちょっとだから解禁され始めた、ね、その CM とか、で、まあ、つい最近香港にも行かせていただいたりとかしてる、まあ、そのエピソードをね。まあ、いろいろ、その同じような振り付けもあったりするから、いろんないくつもの案件を毎日違うことするから、そうですね。とんがることはもちろんあるし、振り付けもちょくちょく間違われる時もあるから、私に怒られるわけないけど、いやもうとにかくすごいいっぱいあるから、本当にファンの皆さんも、多分、かなりびっくりされていると思う。続々、どんどこ、ね、リリースされていって、撮ってた。まあ、言われるよね。そうです。でもやっぱり一番のみんな驚かれたのが、ソフトバンクさんの CM ですね。はい。私もびっくりしました。おめでとうございます。おめでとうございますよ、本当いやー、大スタート、共演、中井正宏さんですよ。すごいよ。中井さんとの共演、決まった時はいかがでしたか？いやー、びっくりの一言でしたね。なんかそわそわしました。決まった時に。で、実際お会いしていかがでした？いや、オーラが、とにかく、なんかもう、キラッキラ、なんか、スパンコールまとってるような感じでした。なんか、光ってた。すごいよね。テレビで見たままって感じ？あ、そうですね。見たまんま。そのまま出てきた感じよな。でも、すごい、気さくな方で、私たちにも話しかけてくれた。そうやな。なんか、撮影中も結構喋られてたよね。どんな話してたんですか？年齢とかあんたたち何歳みたいな。そう。年下から年上何歳から何歳いるのみたいな。そんな聞かれたんや。はい。他は？今のシーンこうだったね、みたいな。今のシーン中井さんのセリフあったりしたので、それに対して、ご自分で、今のこうだったね、とか。なんか、ちょっと結構、多分こんなこと言ってんかなって私は遠目に見て思ってたのが、なんか、中井さんが、なんか説明をされているシーン、セリフの時に、アバンギャルディが前で中井さんの話をって聞くところがあって、で、なんかそこを、なんか笑ってたでしょみたいな。中井さんが喋ってる時に、なんか多分、アバンギャルディは後頭部しか映ってないんで、私たちはどんな表情してるかわかんないですけど、中井さんから見たら、なんか、クスクス笑ってたでしょ今っていうので、笑ってないですみたいな感じで、なんか、喋ってたのが、なんかいいなと思って。はい。見てましたけど。はい。すっごい明るい方で。ね優しかったですね。ちなみに私は、中井さんと初めましてではないので。そうですよ。私中井さんの番組出てますから。ダンスの回。ダンスな回です。ダンスな回。はい。ダンスな回ですよ。ダンスな回で、はい、ゲストで出演してますし、中井さんとは共演経験ありですし。だったんですが、実はもともと中井さんが演じるというのかな？中井さんのキャラクター、ペイトクさんは、前回の CM の時も、踊ったりされてて、で、その、ダンスは、ジュンさんという私の大先輩の先輩がね、考えられた振り付けなんですけど、今回アバンギャルティと一緒に踊ったところは、私が振り付けさせていただいたんです。中井さんによ。すごいですね。やばくない？だからもう、それこそ、もう子供の時からスマスマとかね、見てたし、歌版とか。私も見てた。見てたでしょ？だから、テレビで見てて、大スターに、まさか振り付けできるなんてっていう、もう、ねえ、子供の時の自分に言ってやりたいよ。本当に。あんた20年後にはこの人に振り付けするんだよってね。確かに。そうですよ。そう。で、振り付けするときも、
その中井さんと一緒に、こう、話し合いしながらじゃないですけど、5パターンぐらいあって、種類が。で、この振り付けは A パターンと B パターンちょっと近いから変更するみたいなのとか、相談してくれたりとか。でもなんか最初、なんかどこまで全部自分でやるかなみたいなのがあったりしたので、でもなんか中井さんが全部任せるよみたいな感じで言ってくれて、そう、ポーズとかも全部私が考えさせていただいて、あ、いいじゃないっていうことで。はい。中井さんの、まあ、いろいろやられてるジャンル、まあなんか、超有名なのはロックダンスとか。で自分がやってるダンスのジャンルとは全然違うし、で、あとまた今回は結構曲のテンポ感とかも、こうどっちかっていうとアバンギャルディのダンスに近い、すごい速いテンポで、しかもアバンギャルディと一緒にやるから、全く別のものになっては、やっぱ違うなとも思ったりしつつ、でも中井さんが一番こう派手に見えるようにみたいなのを考えて、だから中井さんの要素をうまく入れながらというか、どうでした言ってどうですめちゃくちゃキレキレにね踊ってくださって。そうだよ。よかったでしょはい。振り付けのはい。中よかったです。そうなんですよ。ポーズもかっこよかったです。そう。みんなと合わせるとこもあったりして。そうなんですよね。ちょっと、こんなことも、このね、ありがたいソフトバンクさんの締め。これもいろいろバリエーションがありますので、ね、テレビ CM の方にもアバンギャルディも、白戸家のお家のテレビにね、はい、登場しています。なんかそこの朝の番組と、情報番組とかに流れてる一部のシーンみたいな感じになってるので、ちょっとテロップなんかも少し、面白いので、そこも注目してほしい。って感じ。いや、なんか結構言われるのが、中井さんとアバンギャルディってほんまに一緒に踊ってるんかみたいな。CG で合成してんじゃないかって言われるんですけど、私そんなことはございません。中井さんとアバンギャルディは一緒に踊って、本当に一緒に撮影しました。そうです。すごいですよね。いや、でもなんか今の時代って結構ほんまにほとんどが CG らしくって、ほとんどなんか一緒に撮影しないんですって。今時って。予定があるからスケジュール大変らしくてね。でも一緒に撮影ね、していただいたので、そこも良かったよね。はい。いや、ちょっと面白い。だから、まあ普段アバンギャルディはまあ踊りがメインですけれども、ちょっとした演技というか、仕草というか、なんかそういうのもあったりするので、ぜひそこも見てほしい。表情とかも。そう。頑張りました。頑張ったよね。はい。はい。やったりとか。あ、でももう一個プチ情報としてすごかったのが、ほんまに、中井さんってマジで、テンポ感が良すぎて、そこもすごかった。もうほぼ NG なし。すごい、もう一回撮り直しとか、基本なかったよね。一発 OK が多かったから、すげえと思いながら見てた。だからもう、うちの子たちが何か一つでも NG したらもうどうしようと思いながら、でもそこはもう、準備段階の時からというか、前日の時からもずっと、絶対 NG したらありえるからって、もうその場から退出させるとか言いながら圧かけて私。ね。絶対あかんで言って。めちゃくちゃ緊張してそうよな。やりましたね。自分たちも私に圧かけれるよりも、まずね、中井さんの前でね、失敗は絶対、というか、もうあれだけ奥さんの人たち、撮影スタッフもめっちゃいましたから、その前でね、NG は許されないという。いやー、すごかった。ほんとすごい現場でしたね。じゃあ、ここでおやすさんから、まあ、おすすめのソングはい。私がかけて最ください。近聴いている。最近聴いてる。最近というか、まあ、ずっと聴いてて、最近特に気に入ってる曲。はい、どうぞ。安室奈美恵さんで、Baby Don't Cry。FM 大阪、あかねクラブ、振付師のあかねです。本日のカッパトークは、親アバンギャルディが来てくれています。はい、よろしくお願いします。はい。他にも、リリースされたのが、アリー AI ビューティー UV っていう新オンラインサービスがあって、そちらのウェブ CM だったり、春山さんのね、新テレビ CM、プレッシャーズ CM ね、はい。だったり、
昭和産業さんの新製品、綺麗に焼ける魔法のホットケーキミックスの発売を記念して、アバンギャルディがイメージキャラクターとなり、ありがとうございます。ここでメッセージご紹介したいと思います。札幌市のラジオネーム、ふっこアバディさん。香港お疲れ様でした。ありがとうございます。360度アイドル、楽しませていただきました。メインステージ用とパレード用、そしてパレード用マニマニ何度も見てます。すごい。めっちゃ見てくださってる。そう。本当にね、つい先週か。香港に我々行ってまいりまして、はい。香港、旧正月なので、もう本当にすごい盛大にね、お祝いムードって感じで、盛り上がりといい、ね、街中が。良かったですね。華やかやったよね、とにかくね。で、アバンギャルディは、ナイトパレードに出演。これがなんかどうやら5年ぶりとかの開催やったんかな、なんか確かそんな感じなの。かなり久々に香港でもナイトパレードやるのが久々だったということもあり、いろんな出場者も、大体あるね、3000人ぐらいいたんじゃないかな、出場者だけでも。世界各国が。そう、ゲストが来てね、パフォーマンスするわけですよ。で、その中でアバンギャルディも、踊って、で、ステージ、なんかちょっとこう、組み込まれた、なんていうの、直席があるような場所で踊ったり、あと道で、普通になんていうんですか、普段は車が通るような大通りでも、歩いたり、ちょっと踊ったりしてたんですよ。はい。で、このふっこさんから質問が、メインステージで踊った後、そのままパレードに向かいましたが、はい、あの日はアイドルを何回ぐらい踊ったんでしょうかって。まず、アイドルは、5回 ?4 回 ?4 回か。4回か。4回踊ってたのかな。だからその、箇所で踊って、もう、休憩なしというか、ぶっ通しで。ずっとお客さんがいる中を、歩いて、踊って歩いてっていく感じでした。なんで、1時間半ぐらいかな。はい。踊ってたのかな。そう、すごいよね。そんな経験は今まで一度もないから。汗だくで。実際めちゃくちゃしんどかったですか？めっちゃしんどかった。そうなんや。もうこっちは楽しく見てましたよ。私も一緒になって歩いてましたけど。すごい楽しかったですけど。やっぱね、香港の方々の盛り上がりがもう尋常じゃないから、いやー、やっぱなかなかあれはこう、日本では経験できない歓声と、そうですね。拍手だったりとか、キャーって毎回行くたびに言っていただけるのでね、盛り上がりがやっぱ海外ってすごいよね。で、ね、日本では黄色い歓声があんまないんですけど、わーっていうのはあるけど、やっぱに、いかないよ、それが。もう別になんかあんまりさ、日本って何かを見て、そんな、キャーとか言わないよね、やっぱ。そうですね。ライブとかでも。そこまでや。だからやっぱ海外はもう何でもすぐ、って言うから、そこがやっぱ違うとかなと思いながら、すごい、ね、いいお客さんの前で踊らせていただきました。はい、で、また、マニマニマニ、ね、これはAGT の決勝で披露したアバのね、マニマニマニ。はい。この曲は、フリーパートでしょうか。かなり自由に動いてたようですが、あのような時は、あかねさんからの指示はどんな感じになるのでしょうか？アバンギャルディを好きになってダンスの世界を知った初心者なので教えてほしい。これね、配信とかもね、あって、配信見てる人が途中から、もともとは、マニマニマニの曲で歩いてただけやったのに、途中からなんか、ちゃんと本気で踊り出したから、あれなんか、あかねさんが言ってんちゃうかっていうコメントがあったりしたんですけど、大正解。びっくりしましたよ。なんか自由に、本番の前は、もう一部だけ振り、2-8ぐらい。なんていうの、ちょっとこう、象徴的な動き私たちアバランと呼んでるんですけど、アバンギャルディ走り、アバランわかります？アバンギャルディがこう手前にして、なんかこう膝内股にして、開けてこう、タッタッタッタって歩くというか走る。あれアバランって言うんですけど、あれとか、ちょっとこう、ほんまにもうマニマニマニの曲の一部だけね、踊るっていう約束でした。だけど、なんかすごいあまりにもなんか、待ってたわけですよ。他のダンサーたちもアバンギャルディと一緒に踊ったりするから、その人たちが到着するまでちょっと待ってた時に、同じね、ところでずっと同じ曲流れて、
なんか自由に動いてるから、おもんないなと思っちゃって、私が。おい、本気で踊れーっつって。だんだん情報回ってくるんですよ。あかねさん後ろから来てるから。ねえねえねえって言って一人の子に、ねえねえ本気で踊れってみんなに言っといてくれないとか言って、で、とか言って、で、本気で踊れてあかんさん言ってるっつって、とか言って。で、徐々に後ろから回って踊り出す人が増える。そう。で、一番最後まで聞こえてない子がもう自由に踊ってて、横パーって見たら、なんかみんなめっちゃ踊ってるね、みたいなんで、踊るんかーいとか言いながらね、すごい嫌そうな感じでみんな。嫌そうなのは私は伝わったよ。もうしんどいっていう。でももうお客さんがもう、その本気で踊った瞬間に目の色変わって、やばいって言ってもうみんな動画とか撮り出して、喜んでくれたから、ほらーと思いながらね。やっぱ喜ばしたいなって私はもうサービス精神がすごいから。だけどやる本人たちはもう水も飲まなあかんし、喉も渇くし、水分補給途中にしながら汗だくなりながら、ねえ。だってずっと踊りっぱなしですから、本当に休憩がなくて。そう。アイドル踊って、ほんまは休憩していいとこなんですけど、そんな、曲が流れてんだから、ほら、踊らないと、ということで。そうですね。そうそうそう。お水もスタッフさんが、いけるって言って、そうね。くださって、で、一口飲んでまた踊り始めるみたいな。すっごい、今までにない、ハードな。そうよ。そうなの。だから香港のライトパレードはもう結構過酷。だからこの、ふっこさんじゃあね、よく見てくれてますよ。そうですね。目の付けどころが。すごい。すごい。そう、大正解。はい、私の指示のもと、皆さんは動かされている。しんどかったです。はい、しんどかったよね。そう。でもなんかそう、結構日本の皆さんも配信なんかでは見てくれてたりとか、はい、結構香港の本当にね、ギャラリーで見に来てくれた人たちが、たくさん SNS にアバンギャルディの動画を上げてくれたおかげで、また一気にね、香港での知名度も広がったというか。はい、あ、新聞とかにもね。そうそうそう。アバンギャルディが踊ったっていうことで、新聞にも載ったし、まあ、もういっぱいお客さん来てくれてね。普段、なかなか浴びることのない盛大な歓声を浴びれたということでございます。だからね、それで言うと今、この放送してる現在我々は、イタリアにいます。もう意味わかんないですよ、多分聞いてる人。そうなの、今ね、ミラノの方に行ってまして、ミラノコレクションにアバンギャルディが出てます。わー。すごい。鬼塚タイガーさんの、ショーの方に、アバンギャルディに呼ばれまして。まあ多分、この、今放送中は終わってると思うので、何かしらの動画がまた上がってんじゃないかと思いますけれども、はい、普段のアバンギャルディとはまた違う黄色のアバンギャルディが、見れるかなと思います。おしゃれなね。そうですよ。すごいね。ミラノまで行って、初めてでしょイタリア行くのもちろん。イタリアが、一番行きたかった国なんですよ。すごいじゃん。本場のイタリアンを、ちょっと楽しみにしてます。確かに。どうなんやろうね、本場のイタリアン注文は。日本の味になってるから美味しいんですかね。いや、わからん。わからん。めっちゃ楽しみにしてるんですけど。ピザとかやっぱ美味しいんじゃないの？美味しいですかね。いや、なんかやっぱ釜でこう、やるんじゃないの？知らんけど。無責任。そう、でもね、本当はちょっと海外ありがたいことに行かせていただけるので、ちょっとまた話しましょうか。はい。ということでした。お知らせは、アバンギャルディセカンドライブ宣戦布告開催決定しました。5都市、巡らせていただきます。はい。どこでやりますか？名古屋、福岡、広島、で、東京、大阪で開催します。ちなみに大阪はいつですか？日程は。大阪は、7月6日土曜日、スカイシアター MBS で行います。で、先行抽選受付が終わってしまったんですけど、一般チケット発売あると思いますので、また情報チェックお願いします。はい、お願いします。ちょっと来週も、親さんと2人なんで、ライブのね、話とかも。だってこれ宣戦布告って決まりましたけど、メンバーにも誰にも知らせずに、この、普通に、多分、ファンの皆さんが先知っちゃったから、これ。びっくりしました。チケットピアのホームページの方が先に宣戦布告って書いて、メンバーにも知らせてなかったので、なんでこんなタイトルにしたんかっていうところはね、また来週。私も聞いてないです。誰も言ってないもん。楽しみ。うん。
楽しみとかも言えないんだけど。どっちやねん。どっちやねん。はい、ということで、アバンギャルディの公式グッズのオンラインストア、こちらの方もね、また、なんか在庫なくなってたのが増えてるわかんないけど、わかんないです。ちょっとわかんない。ちょっとチェックしてください。はいということで、今週もアバンギャルディのメンバーの、メンバーっていうかね、おやさんのサインリチェキ。どうするゼロやったら。リツイートしてくださいね、皆さん。ちょっと私の回だけ少ないとか、ちょっと嫌かも。いつもより、リツイートしてください。いや、おもろいで、それ。ゼロで。一人二人とか、いや、だから、ちょっと当選確率、大の確率があります。いやー、そうかな。おやすさん、ちょっとおるかわからんけど。ゲットしてくださいよ、絶対。ちょっと、ちょっと落ち込むよ。おやすさんのチェキをお一人にプレゼントしちゃいます。あかねクラブの X をフォローして、FM 大阪の X もフォローしてください。そして、応募専用のリポストで、おやすさんへの、愛のコメントを、はい。ちょっとぜひ書いていただいて、応募完了となります。よし。みんな書いてくださいよ。はい。絶対。面白い。どんな、チェキになるのかお楽しみということです。はいはい。そして質問もお待ちしてます。FM 大阪のホームページをポチ、メッセージフォームからあかねクラブをポチって選んで送ってきてください。おかっぱトークでした。ありがとうございました。では、お別れに一曲。香港で、セレクトショップの、お洋服を着させていただきまして、はい。そこで撮ったリールで使用した曲です。おい。ウィル・スミスでメイン・イン・ブラック。FM 大阪あかねクラブ、振付師のあかねです。エンディングです。ということで、現在私はイタリアにいるということでね、無事に日本に帰国して、また皆さんとね、ラジオ、はい、いい時間を過ごせたらと思っております。違う。はい、それから、アバンゲルディの、CM、たくさん出演させていただいております。まずは、春山さんのフレッシャーズ新 CM、それから、新オンラインサービス、アリー AI ビューティー UV の Web CM、そして、昭和産業さんの新製品、綺麗に焼ける魔法のホットケーキミックスを発売した記念イメージキャラクターにアバンゲルディが就任。そして、ソフトバンクの新 CM にも出演しております。はい、その他他にもね、いろいろアバンゲルディからのお知らせもたくさんあるかと思いますので、アバンゲルディの SNS だったり、私の SNS、ぜひチェックしてみてください。ということで、次回金曜日夜8時まで元気にお過ごしくださいね。振付師のあかねでした。おおきにでした。